ご協力誠にありがとうございました。おかげで素晴らしい脚本が書けそうです。ええ、どういたしまして。おや、皆様何やらお疲れのご様子ですね。シャルちゃんが面白がっていらぬことまで根掘り葉掘り聞こうとするからでしょ。その時に何を言ったのかとか無理やり聞き出そうとしたし。言ってないことまで言ったことにされかけましたしね。確かに疲れました、精神的に。脚本を書くのに必要なさそうなことの方が多かったような。その時々に何をおっしゃったのかはとても重要なことです。ああ、演劇向けに多少セリフを脚色させていただくかもしれませんが、そこはご了承ください。脚色、私変なことは言ってなかったわよね。出番があまり多くなりませんように。大丈夫、多分変なことは言ってなかった。多分？やっぱり私の出番はなさそう。初稿を完成させて皆様にお見せしますので1週間くださいな。ひろあき様には途中で助言をいただくことになると思いますので、その際はよろしくお願いいたします。任されよ。出番がなさそうな鈴音様にも事前に脚本をお見せしますので、よろしければご意見をくださいな。本当ですか？はい、そういうことなら喜んで。では早速ですが、私は脚本の執筆作業へ移ろうと思いますので、これで。そして1週間が経った。初稿をお持ちしました。本当に1週間で完成させたのですね。すごいです。量もあるし見事なものね。自分が登場しているかもしれないと思うと少し緊張しますですね。読むのが少し怖いな。私は先に見せてもらったけど、すごく面白かったよ。ちょっとだけアドバイスをしてみたりもしたんだ。鈴音様のご意見は大変参考になりました。鈴音ちゃんの意見か。変なセリフがないかさらに怖くなってきたかも。ですね、わかります。私の脚本は日本語で書かれているけど、これは坂田さんが書き写したんですか？いや、俺はこの世界の文字は読めんからな。ロアナに朗読させて例に書かせた。なんだ。なら今度彼に会った時にお礼を言っておきます。気を利かせた俺にも礼は必要だろうが。はいはい、ありがとうございます。気持ちのこもってねえ礼だな。まあまあ、お話はひとまず置いておいて、皆様の出番があるシーンをお教えしますので、それぞれご覧になってご感想をお聞かせくださいな。ハルト様はどのシーンでも出番がございますので、最初からお目通しください。はい。私もしっかりと出ています。アマンドの近郊でミノタウロスを倒すシーンから始まるんですね。口にした覚えのないセリフを随所で発している気がするんですが。私もです。なんだかすごく恥ずかしい言葉をハルト様に対して申し上げているのですが、これは事前にお伝えしていた通り、セリフは演劇向けに多少脚色させていただきました。実際にあった出来事そのままというわけにもいきませんので、不足している情報は私が捏造もとい想像で埋め合わせてあります。捏造。じゃあハルト様に抱きかかえられた覚えはないのに、私が抱きかかえられているのは？その方がヒロイン映えするでしょ。私この劇のヒロインなんですか？ええ、物語に登場する美少女は全員ヒロインとして見なされるものだとヒロアキ様からご助言を賜ったことだし。なるほど。ミノタウロスを倒すシーンのハルト様、とてもかっこいいです。ありがとうございます。ねえアイシア、アマンドにたどり着いてからのシーン、思っていたより私たちの出番もあるわよ。私のセリフもちゃんとあるけど、やっぱり演劇向けに脚色されているのか、実際のアイシアより口数が多いわね。ちょっと面白いかも。
セリアのセリフもたくさんある。自分のセリフは読むのが怖くて結構読み飛ばしているんだけど。ああ、ハルト、愛しのハルトってセリアが言っている。朗読しなくていいわよ。って何？私そんなことを言っているの？うん、言っている。私だって戦えるの。私もあなたの力になりたい。だから言って。愛しのあなたのためなら私は魔物だって怖くない。好きよ、ハルト、大好きって。言ってないし、そこまでのことは言っていないし、捏造されすぎでしょ。ハルトが私に力をくれる。好き、好き、大好き。朗読するのはもうやめて。あっちは盛り上がっていますね。ですね。っていうか、ねえ、ちょっと待って。はい、なんでしょう。なんで私とハルト君の手合わせのシーンがこんなに長いの？それはもちろん大事なシーンなので。なんでよ！もっと他に書くべきことがあるでしょ。しかも手合わせが終わった後になんか恥ずかしいこと言っているし。恥ずかしいだわ。なになに？私にとっての勇者はハルト君。できるお礼なら何だってするよってセリフのことか？朗読しないでくださいよ。何が恥ずかしいだ。これは脚色されたセリフじゃない。お前が実際に口にした言葉だろうが。できるお礼なら何だってするよとな。だから朗読しないでくださいってば。確かに言ったかもしれませんけど。はっ、こう言っちゃなんだが、何だってするとか軽はずみに口にする女ほど実際に何か要求された時に何もしたがらないんだ。どうせお前もその程度の薄っぺらい気持ちでこの言葉を口にしたんだろうが。してませんよ。ちゃんとハルト君にお礼をするつもりでこの言葉を言いました。じゃあこいつがお礼にキスしてくださいとか言ったらキスするのかよ。は？ほら言ってみろよハルト。言いませんよ。ならサツキ、想像してみろよ。こいつがお礼にキスしてくださいって言ってくる姿をな。は？そんなの。お礼にキスしてください、さつきさん。本当に想像しちゃったじゃないですか。おう、いいか、キスなんて序の口だ。こいつの要求はもっと過激なものになっていくだろうよ。なのにお前はキスもできないとか、できるお礼なら何だってするよって言葉はやっぱり嘘だったんだろうな。嘘じゃないです。嘘じゃ。ならもう一度よく想像してみやがれ。こいつが過激なお礼を要求してくる姿をな。お礼にキスしてください、さつきさん。それともっとすごいことも。何も聞こえない。何も想像していない。今何でもするって言ったよね。変なこと言うのやめてよね、ハルト君。俺は何も言ってませんよ。どうした？妄想の中でどんな過激なお礼を要求されたんだ？言ってみろよサツキ。何でもするって言ったよね。ねえさつきさん、ほらキスしてくださいよ。ほら早く。ほら嫌がらないでなあさつき。ほら。もうほんとやだこの人。だいたいハルト君はそんなことは絶対に言いません。あなたと違って紳士なので。わかるもんか。こいつだって一人の男だ。服を脱げば一匹の獣だ。野生のオスだ。心の中では何を思っていることか。違います。ハルト君は肉食系のあなたとは違って草食系の男の子なんです。ああ、何が草食系だ。肉だろうが草だろうが食欲あるんだろ。美味しくいただくんじゃねえか。言っておくが肉食系男子の対極に位置するのは断食系男子だからな。そこを誤解するな。本当にすごく楽しそうです、ひろあき様。楽しそうなのかしら。でも生き生きとされていることは確かね。私はさつきさんみたいに変なセリフがなくてよかった。